ちょっと大きくお話ししていただいていいですか？何のことは話さないのとおっしゃいました？友達で、外で大地っていうのがいるんですけど、沼田さんは分かってるよね。わかんないんだけど、何言ってんの急に。大地と浮気してるよね、あんた。何言ってんの。大地っていう大地ってどなたですか？大地が中学の時の同級生、元カノの職場の同僚ですね。狭い界隈やな。何やそれ。五木の親友なんで、は長い親友だったから関係をね、ちょっと壊したくない。壊してあげたくなかったんだけど、五木の将来とかも考えたら、分かんないじゃなくて、浮気してるよね、沼田さんは。わかんないんだけど、何言ってんの。沼田さんが大地さんという男性と今浮気してるってことをおっしゃってるんですか？そうです。五木の親友なんですけど。沼田さんの話聞いてたらなんかもう、沼田さんがちょっともう原因なんじゃないかなっていうぐらい。二宮さん、そのだからさっき大地さんって方と二宮さんなんで知り合いなんでしたっけ？職場が一緒なんでしたっけ？そうです。直接聞いたんですか？その大地さんから。直接聞きました。大地は沼田さんのこと気に入ってるって聞いて、親友の今カノに、その大地ってやつがちょっかいかけてるそれは数回なんですか？と。ややこしすぎやろ。っていうことは、妊娠してるのがどっちの子か分かんないってことじゃない。いやいや、それは五木の子だから。何しとんの？そういう人なんですよ、この人は。知らないだろ、そういう人とか、どういう人とか。あんたまあ、あなたも人のことは言えないけどね。みりちゃむさん、これ結構ぐちゃぐちゃな展開です。ああ、そうですよね。ただまあ浮気されたからじゃあ私ももういいやってなる気持ちは分かりますけども、なんで大地来てねえんの？それはそう、確かに。一番ね大事な。それでその子供の親が分かんないっていうのが一番まずいから。別れる別れないの決断において、この田原さんの子供なのかご友人の子供なのかがどっちの子なのかというのはかなり重要な要素だと思います。これはもうね、田原さんが責任を持ってね、俺の子だとして育てるしかない。まあ全責任は、あなたよね。南川さんどう思います？いやまあ子供にね責任はないから。そうです。これ産むとなったらね、誰かに絶対にこう責任は取ってもらわないといけないので、田原さんが確かに責任取るしかはないですけども、長続きするのかって話なんです。この負担がそのまま誰かのこう強いられたままで終わるのかってことになるので、問題をできるだけ軽くしたいですよね。そうですね。誰も責任持った行動取れないんですね。なんか全員似た者同士で集まってて、そうね。なんか田原さんのお子さんかどうかは分かんない。ここで大地が出てくるとは思ってなかったので。もう4人で暮らすか。それが一番早いな。自分のお子さんだと思って一瞬喜んだら、ここまで来たらもう後ろめたい気持ちよりも怒りの方が普通来るんじゃないかなって。わあ、私だったらちょっともう考えられないですね。すみません、電話つなげられるんですよね、この番組って。大地呼ぶことってできますか？今お話していた大地さんですか？はい、そうです。だって別れるとか別れないか決めなきゃならないんですもんね。はい、でも今大地の話が出てきて、本人いないんじゃここで決定はできないです。こういうことになってしまったら。ただですね、今回は事前に許可をいただいている人にしか電話できないということですし、じゃあこっちからはい出れるかっていうふうに今連絡取ることはいいですか？最終決断していただくのが、ルールで、そこに必要であれば、電話もと思うんですが、ちょっと収録の時間もありますので、そろそろもう収録の時間終了となるんですよね。すいません、スタッフさん確認いいですか？お電話でいいんですね。はい、もうとにかくどっちの子供かわからないので、はい、そこもはっきりしたいっていうのがありますし、大地をこう交えないと今回の電話してどっちの子供なのかはっきりさせたい。この問題は解決したいので、どういうことなのかちょっと大地を交えてこの場合は話したいです。ちょっと本人も気が動転しているところもあると思うんですが、直接いろいろとお話ししたい、はい、子供のことも聞きたいということなんですが、どうでしょうか、スタッフさん。すいません、ちょっと今はい、していただきます。すいません。素人の方ははい。
ちょっとお電話をね事前にちゃんと聞いておかないとということで、でもどっちか分かんないからな、結局 DNA 鑑定もできないからね。ここで話し合うか自分たちで別の機会設けて話し合うかやから。まあうちらがもう何口出してもだよね。子供が出てきた時点でね、なかなか。沼田さんは産むは産みたい？もちろん産みたいですね。ここで子供を産むのが結構俺はなんかまあ、ある種、産みたいという気持ちは組んでやりたいけれども、かなり茨の道というか、リスクがありすぎるっていうのはありますよね。やっぱ子供に罪ないから、生まれるからには、相当ね。今ちなみに妊娠してどれぐらいなんですか？今8週目。 8週目。シングルマザーで行くにしても、例えばその養育費いくらとかいうのを決めてもらわないと。とかね、やっぱそういう確約はしてほしいですよね、最低。子供がかわいそうになるよね。二人のお父さんが親友同士みたいな、ややこしい、映画みたいなんですよ。ミリチャムさん、もし大地さんと電話ができるってことになったら、今許可取り中ですけど、はいはい。何聞いといたらいいかなっていうのはあります？大地さんの子供だとしたらちゃんと育てていく自信はあるのかとか、親になる自覚があるのか、そこはどうなのか聞かないとですよね。はい。はい。一応ですね、D さんの電話は今日取れると。うん。DNA 鑑定すうんる条件というところで、こんな急にね、何回ぐらい浮気したのかにもよるしな。ああ、はい。わかりました。ちょっと待ってくださいね。整理しますね。僕の方一回はい。はい、すみません、ちょっと収録の方ああ、していただきます。はい。わかりました。じゃあ、それでいいんですね。はい。カフェとかスーパーにいたりするときにいるんですよ、絶対。普通に生活ができないの。自転車が外に置いてあるんですけど、座るとことかが切られてて、サトルが？でもでそれはもう警察行けるんちゃう？彼は割と近くに暮らしてるんですか？近く。すみません、今ですね、番組オーナーから森岡さん質問が、来ました。森岡さんの家の前で森岡さんが家に帰宅した際に鉢合わせたなら分かりますけれども、でも私も危険を回避したりしなきゃいけないので、はい、彼のルーティンとかどこに行くとか防衛として調べて知ってるので、はいはい、はい、違うじゃん。なんでそんなこと言ってないじゃん。わかりました。はい、まあスタッフさんが今番組のオーナーと相談しまして、大地さんの電話出演許可が取れることと、来月の撮影までに田原さんが協力して DNA 鑑定をすることが条件で、問題なければ来月収録で続きをここは撮影できればと。持ち越しだ。まあ条件がありますので撮影できない可能性もあるんですけども、大地さんが電話出演してくれるということと、ちゃんと田原さん協力して DNA 鑑定してくれたら、はい、それはもちろん。沼田さんもはい、DNA 鑑定します。1ヶ月ぐらいの猶予をいただいて、そうですよね。ちゃんと本当に病院で検査していただいて、証明書などが発行できた時点でですので、まあ、最低でも1ヶ月ぐらいはね、ちょっと時間を取らせていただいて、また、話し合いを、参加していただければと思います。お二人大丈夫ですね。はい。通常は答えを出して終わるんですけれども、初めてのことですね。次回への持ち越しと。どういう感じで生活していくの？確かに。もしかしたらまた二宮さんにもお電話するかもしれません。二宮さん、その時は電話大丈夫でしょうか？気が心配なんでしたいと思います。しっかり。わかりました。二宮さん、お忙しい中どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。二宮さんもかなり不服のような感じで今お電話切れましたけれども、ミリチャムさんすごい展開に。もう勝手にやってください。もう知りません。お互い様なら子供のことだけしっかり考えてくれればと思いますね。
こまで来たらもう2人で解決する、4人で話し合って解決するというのは難しいので番組でということですかね。レオさん大丈夫でした？してくれた方々のが心配って、まあ、心配もする、まあ、お互い様なんでどうでもいいけど、無理ちゃう関係立て直すのって、一体どうなるのか、改めてですが初めての事態なのでもう一度説明しておきますけれども、大地さんの電話出演許可が取れることと、そしてできれば来月の撮影までに田原さんが協力して、お二人でね協力して DNA 鑑定をすることが条件で、問題なければ来月収録で続きを取れればと思います。皆さんにもこの続きをご覧いただければと思います。では今回の女子業界チャンネルはこれで終了となります。ご覧いただきましてありがとうございました。